パイダーバースの新作短編来たよ。助かるよ。吹き替え版はないけど。日本語字幕すらないんだ。ちゃんと翻訳機能ついてるじゃん。内容はあれだけど。息子さん。自動翻訳だからなわら。吹き替えは無理でもちゃんとした字幕つけてほしい。今日は X メンとスパイダーマン新作が来て大変だった。これ前回の間違ったバースに飛んじゃったオチと地続きの話？これ映画見るなら見た方がいい？それともネタバレになるやつ？ただのコラボ CM みたいなもんだよ。別に何にも重要な話はしてないので適当に見ると良い。英語全くわからんけど力を失ったみたいな描写だから何か関係あるのかと。冒頭の背景描写は本編まんまっぽいから、それだと本編のマイルスもメンタルやってるの。って飛びしそうになる。ちょっと怖い。マイルズかわいそ。小さい雲がたくさん出てくるとこゾワゾワしたわ。口の中にまでいるの視覚的にもきつい。メンタルの不調とスパイダーセンスは相性が悪すぎる。冒頭から前作以上に表現すごすぎてる。これ実際何が起きてるんだ？自分の力に飲まれかけてた？こうして見るとアクロスの ED の映像もマイルスの悪夢に見えてくるね。スパイダー全員に裏切られた後42に迷い込んだ時の悪夢みたいなあれもマジで見えてたのかな。スパイダーセンス持ちならぶつからないであろう車にぶつかってたりしてるから相当メンタルに来てるはず。アース42って出る時の演出いつ見ても鳥肌立つ。ハロウィンの短編って言われたらちょっと納得しちゃうかも。もともとさいけない色使いや表現する作風だから、メンタルやってる人の視点を描くのにはおあつらえ向きではある。このスタッフでサイコホラー系の作品作っても面白そうだ。マイルス診療内科を行った方が良くない？メンタルヘルスの教育プログラムとのタイアップ？作品らしい。こうなったら家族に相談して病院行った方がいいよ。ってそのまんまの内容だったのか。続編への何かかと思ったけどそんな感じなのか。こっからメンタル受けて回復までの話だと思ってたけど思ってたのと違う。この短編はパニック障害になった NBA 選手が立ち上げた KLF っていうメンタルヘルスのプログラムなんだけど、その選手は、自分で抱え込みすぎて家族にすら言えないのはマジで良くなかった、って語ってたるんだけど、マイルスが精神的な恐怖がありながらも相談できる人が身近にいるって選手の思いを汲みながら、書きつつスパイダーマンらしさ全開の短編に仕上げてきたのは本当に素晴らしいね。メンタルヘルスとヒーローの相性は最高だもんな。大変な時はワン人で悩まず誰かに相談しましょう。まとなお話。ピーターお前もだぞ。アメコミアニメはたまにそういうのがあるよね。ヤングジャスティスアニメでも児童虐待保護局とのタイアップ会があった。最後に行き場のない女の子がデスストロークに電話して、あなたにすがるところがなくてもこちらに電話してくれれば力になります。ってテロップが出て終わった。これがきっかけで支援団体を知ったり、メンタルヘルスが恥ずかしいことではないって思えたらいいよね。誰かに自分の悩みとか話すのも悪くないのかもなって思える作品でした。パパの肩幅の広さえぐい。スパイダーバースってスパイダーマンを集めたグループセラピー感あるよね。みんな同じ体験してる。実際ソサエティにセラピー受けてるスパイダーマンいたしな。拠点にいた頭数考えたらトラウマに苦しみ続けて、マジ無理。しんど。ってなってるスパイダーマンも相当数いるんだろうな。疲れすぎて大いなる責任に実態見ちゃうくらいにはマイルスも日頃から苦労してたんだな。まあでも確かに雲の幻覚のシーンとかその手のドラッグで現実から逃げてそうだよな。インビンシビルでも思ったけどヒーロー活動と学業の両立は難しいって。アクロスで、新人が大いなる責任クソくらえとか生意気だ。とか思ってごめんね。アーロンおじさんと完璧な方のピーターが死ぬところ見てるから、心病んで普通な気がしてくる。バースの騒動にプラスして学校だの自警団活動だの色々あるから、そりゃ精神病院でも何もおかしくないよね。ヒーローって基本的にヒーローゆえの悩みを相談しづらいしな。バースで二度と会えないヒーロー友達ができたけど、実は自分だけハブにされてみんな定期的に会ってるし、なんなら自分が雲に噛まれたせいで自分の世界のピーターは死んで、雲が元いた世界は、父親が死んでディストピアになってその世界自分は闇落ちしてる。って考えたら自分のせいじゃないとは気の毒すぎる。正体も隠さないといけないし忙しすぎるよねスパイダーマン。なぜ正体を隠す必要がある？それは奴が最低の卑怯者だからだ。煽り散らすハゲのレス。映画見てたらいきなり扉開いてビクってなってるおとんかわいいね。グエンのことをパパに相談するのかわいいね。グエンはインドとかパンクといい感じにやってる頃だろうか。過保護気味で暴走するときあるけど理想の父親だよな。お父さんと仲のいい描写を盛られると3作目が怖くなるんですけど。
後編はレオパルドン出るらしいしそんな重い空気にならないと良いな。それでバース後半はいつ公開に？延期したよな。再来年くらいじゃない？場合によってはゲーム出る方が先になっちゃったりしてな。ビヨンドはやること多すぎだな。エンドゲーム並みの超大作になりそう。でもこれが公開されるってことはビヨンドの方も収録少なからず進んでるだろうね。